はい。皆さん、こんにちは。USJ によってね、韓国のニュースだったとこ、その山です。はい。今ね、こちらに来てます。天国かな、ここ。ということで今回は USJ 開園25周年特別企画ユニバーサルカーズ&スターズコレクションの内容を先行して少しご紹介します。こちらは USJ の魅力を再発見しようというコンセプトのもと、往年のユニバーサル映画に出てきた車が4台展示され、さらにキャラクターの繰りなども行われます。開催期間は2026年3月4日から2027年3月30日まで。場所はステージ18前という嫌がらせみたいに人通りの少ない最悪な立地です。でも、まあ随分と場所を取るイベントなので、ここくらいしかないですけどね。はいどーん。いやー実際に見るとめちゃくちゃ壮観っすね。右からアメリカングラフィティ、ブルースブラザース、バックトゥーザフューチャー、バックドラフトの4作品にゆかりの車が並んでます。ブルースブラザースのだけが今回新しく納車したもので、他は流用のようです。多分ここに9割予算使ってます。はい。ということで、端からね、順々にね、紹介していきます。まずね、こちらがね、フォード B 型クーペちゃんですね。映画アメリカングラフィティにね、登場したやつになります。はい。アメリカングラフィティはね、正直ね、結構ね、日本人には馴染み薄い話すぎて、ちょっと楽しめるかどうかって言われたら結構微妙なんですけど、あれですね、とにかくね、撮ってる人と出てくるね、俳優がね、意外な人ばっかりで、まずね、監督はね、ジョージ・ルーカスで、主演がですね、無名だった頃のロン・ハワードと、リチャード・トレイファスと、あと、ハリソン・フォードっていうね、はい、無名だった頃のね、彼らが出てくるっていうね、ちょっと変わった映画になってます。ちなみにね、リチャードね、ドレイファスの吹き替え声優はですね、堀内さんっていう方が担当されてるんですけど、これがね、ジョーズのね、同じくリチャード・ドレイファスのクーパーの役をね、演じてる方なんで、本当にね、吹き替え版で見たらね、クーパーがそのまま出てきてるようにしか見えないです。はい。これはね、メルズドライブインにもともとあったやつをね、こっちに移送してきたっていう感じになりますね。ほら、ないじゃん。メルスドライブインからそのまま持ってきたせいで、窓にはシールなどもそのままついてますね。まあ柵があるのでさすがによじ登る頭チンパン腰振りパンパンなんていないと思いますが。まあ、この車自体はね、普通に、かっこいいっていうだけなんですけど、強いてね、豆知識を1個紹介すると、はい、こちらのナンバープレートを見ていただきたいんですけど、こちらがですね、ジョージ・ルーカスの著書作のタイトルの、イースターエッグになってるんですね。はい。なんかね、めちゃくちゃね、失敗した映画らしくって、なんか、それをね、本音みたいな感じで、取り入れたらしいです。ちなみにここで一つ、面白い豆知識を言うと、世界には現在5カ所のユニバーサルパークがあります。それぞれ特色があり、姿も全く異なりますが、共通点も数少なくあります。それは、ユニバーサルグローブがあること、ジュラシックシリーズの何らかのアトラクションがあること、そしてメルスドライブインがあることなんですね。そして同時に、この車も展示されているため、世界のどこのパークに行っても、この車には会えます。なぜメルスがその地位を築けたのかは謎です。はい。じゃあね、続いてはね、こちら行きましょう。こちらは、ちょっとね、語ることが多いんで一個飛ばします。はい。じゃあ続いてね、こちら、TMC-12 ことデロリアンですね。USJ 風にね、デロリアン号ってね、あえて呼ばせていただきますけど、これはね、言わずも知れない映画バックザフューチャーに登場した車ですね。いやー、これ、10年前に使ったやつやね、ショーでね、使ってたデロリアンですね。はい。昔ね、USJ はね、2台のデロリアンを持ってて、一つはアトラクションの前に展示してた、動かないやつ。そして、もう一つがね、ショーで使ってた、動くタイプのね、デロリアンですね。動かないタイプの方のデロリアンはオークションに出品して、動く方のデロリアンは、今も残してたんですね。うん。めちゃめちゃ久しぶりに見ました。はい。じゃあこれね、中にね、e ストップみたいなね、ボタンがあるんで、多分ね、10年前のショーにね、使ったやつやとね、思うんですよね。はい。そんなね、比較の仕方せんでも、外観的な特徴もね、完全にね、一致してますんでね、このね、ミスターフュージョン。ちょっと完成度の低いミスターフュージョンもね、実に味がありますね。うん。で、このね、USJ 版のデロリアンっていうのはですね、個人的にめちゃくちゃね、大好きで、ミスターフュージョンがついてるパート2仕様のデロリアンでありながら、ナンバープレートはね、ハウタータイムって書いてるわけですね。これはね、完全にユニバーサルスタジオオリジナルなわけですよね。うん。ハウタータイムのね、ナンバープレートって劇中ではね、ほんの一瞬しかね、登場しなかったんでね。こ
れがついてるパターンっていうので、僕はね、非常にこれがね、大好きです。はい。これ、よく残してましたね。走るんかなちょっと気になりますけど、ただね、一個ね、ちょっと残念やなって思うのはね、これっすよね。これ、ショーの時にね、使ったね、傷。この2つついてますけど、これだけがね、もう、これ修繕不可能ですよね。これだけはちょっと許せないですけどね。ちなみにこの傷は一体何なのかという話ですが、これは USJ 開園10周年企画、ドリームツアーユニバーサルでこのデロリアンを使った時にできたものです。ダンサーがボンネットに座ったまま走行をするシーンがあるため、足場を設置した結果、取れなくなってこうなったみたいです。間抜けだなぁほんと。アーシはこの傷が恋につけられたこともあって、非常に残念に思います。ただそれを差し引いてもデロリアンはかっこいいです。イケメンは顔に傷がついたとてイケメンなのと同じっすね。ブスはどれだけ努力してもブスのままですけどね。ところで、こいつってまだ自走できるんすかね。10年前に動いた時ですら、本音また動くんだと驚いた記憶ありますけど。タイヤもね、ちょっと違いますね。まあ、復活してくれただけでね、本当にね、大正解って感じなんでね、あんまわがままは言えないですけどね。まあ、こうやって見るとね、結構ね、ちょっと再現度はね、まあっていう感じかなっていう気もします。こちらのデロリアンはアトラクション用に作られたこともあって、原作にあまり忠実ではないというか、なんなら恋にそうしている印象すら細部には見られます。その最たるが少し見えにくいですが、この資源転移装置でしょう。まず大体のパーツが一応似てる程度の仕上がりで、原作にはなかった気がする謎のバルブなんかもあります。それだけではありません。なんと、次元転移装置自体の色がブルーなんですね。いやいや、さすがに色なんて間違えないだろうと思いますけど。でもね、そこも含めて非常に味があって素晴らしいです。ポケモンの色違いをゲットしたみたいな感覚ですかね。デロリアンは公式、非公式含め世界中にコピーがありますが、そのどれも同じものは存在しません。原作を可能な限り忠実に再現した硬派な子もいれば、廃材を集めて楽しくゆるーく再現した子もいます。みんな違ってみんな良いと思います。なのでこの子は似てないというより単純に USJ の子というだけなんですね。ただ何度も言いますがボンネットの傷だけは許せません。なんであんなの設置したんでしょうねほんと。なんかね、見れば見るほどこの傷ちょっと嫌ですね。私はね、一応ね、USJ から入った身なんで、この、ちょっとね、全体的にファンメイド感のある、デロリアンっていうのは、もう、むしろめちゃくちゃ愛着があるっていうか、本当にね、大好きなんですけど、こればかしはね、ちょっと微妙な感じしますね。なんで、ね、ショーの時にね、ここにね、変な踏み台みたいなのつけたんでしょうね。こうなること分かってたやんっていう感じなんですけどね。ちょっとね、デロリアンね、ボディがね、ステンレス製なんでね、ちょっと塗装でごまかせないっていうのもね、ちょっと災いしてますね。とにかく、ちょっとこう、気づきになりますけど、このデロリアンね、本当にね、めちゃめちゃかっこいいし、もう、10年ぶりに見れたことをね、本当に嬉しく思います。で、一応ね、これね、3月4日からね、ドッグのね、グリーティングもやるらしいです。そっちもね、非常にね、楽しみですね。はい、じゃあね、どんどんね、紹介していくんですけど、こちらはね、バックドラフトの消防車になります。はい、アトラクションで使ってたやつですね。はい、またね、久しぶりに拝めてね、非常に嬉しいです。ちょっとね、色がね、若干薄くなったような気がしますね。はい。で、このね、消防車はね、ちょっとね、詳しく解説していくんですけど、これよく見るとね、ボディにね、51って書いてるんですよね。だからね、多分ね、このね、ポンプ車は51分所のポンプ車なんじゃないかなって思います。で、それを言うと、バックドラフトの舞台って17分所じゃなかったっけ ?51 分所って四角ファイヤーの方だろうってね、よく言われるっていうか実際ね、アトラクションがあった頃から言われてて、確かにそうなんですけど、一応めちゃくちゃわかりにくいんですけど、多分ね、バックドラフトにも51分所っていうのは出てくるんですよね。主人公が途中からね、赴任することになる捜査官が務めてる消防署、ロバート・デ・ニーロがね、演じてる捜査官が務めてる、チャイナタウンのすぐ目の前にある消防署が、多分ね、51分所なんじゃないかなって思います。で、どうしてね、そう言えるのかっていう話なんですけど、これはね、非常にね、アメリカの複雑なね、事情が関わってます。アメリカの消防署ってね、かなりね、特殊な形をしてて、消防署の何々分署っていうナンバリングと、ポンプ車の何々分隊っていうナンバーは必ず一致させるっていうことになってるんですけど、はしご車と救急車は違うね、ナンバーが与えられるんですよね。17分署でね、頭に46っていうヘルメットをかぶってる
部隊もいたじゃないですか。あれが一体何なのかっていうと、あれはね、はしご車分隊なんですよね。はい。17分所なんですけど、はしご車だから46っていう、なぜかね、数字をね、一致させてないんですよ。で、ポンプ車分隊だけは必ず一致させると。で、ロバート・デ・ニーロが務めてた消防署の消防士のヘルメットにね、51って書いてたんですよね。なので、それはおそらく51分所なのかなって思いますし、で、実際こちらもね、ポンプ車で51って書いてるんで、多分これはね、51分所のポンプ車なんだろうっていう風に、推測はできるようになってます。はい。で、ここでね、ちょっとね、一個ね、思ったことがあるんですけど、51分所のポンプ車って、劇中でね、この荷台のところでね、エッチなことするシーンあったじゃないですか。なので、このポンプ車、もしかしたら荷台覗いたら、フラジャーとかあるかもしれないですね。ところで、この消防車だけ運転席が反対を向いているのは、おそらくこのごちゃごちゃしたパーツを見せたかったからでしょうね。反対側は非常にシンプルな構造になっていますので、ただこちらにはアトラクション当時に実際に使用されていた演出用の装置がそのまま残っており、これはこれで貴重だったりもします。USJ 情報局 LCA Studio USJ Kanji I don't know LCA Studios じゃあね、最後に紹介するのが、こちら、ブルースブラザーズに出てきた、74年主義のダッチモナコちゃん、通称ブルースモービルですね。いやー、これね、よくぞ再現してくださったっていうね、非常にね、嬉しいね、出来栄えになっております。はい。もしかしたらね、歴代のユニバーサルパークで最高の出来栄えかもしれない。なんでかっていうとですね、このクルーズモービルっていうのはですね、USJ では歴代で3台くらい乗ってて、アメリカのオーランドやハリウッドでも一応ね、ショーはあったんですけど、そのいずれもね、74年主義のダッチモナコはね、使用されてないことが多いんですよ。なんでね、別の車で妥協してるのかっていうとですね、とにかくこのダッチモナコちゃん、めちゃめちゃ数が少ないからです。日本ではもちろん、アメリカですらね、数がね、めちゃめちゃ少ないって言われてる超希少な車なんですよね。なので、よくぞ持ってきてくれたな、みたいな。心の底からね、別の車でね、妥協するやろどうせってね、思ってた部分もあるんで、本当に、どこで見つけてきたんでしょうね。いや、ナンバープレートもね、ちゃんとイリノイ州になっててね、めちゃくちゃかっこいいですよ。近くまで106マイル、ガソリン満タン、タバコ半箱、暗闇でサングラスしてるっていうね、映画のモノマネもできますよ。しかもね、3月27日からはね、プルーラってね、クリも始まりますんで、もう本当にね、もうめちゃくちゃ楽しみ。どこから連れてきたのか知りませんが、これで日本のダッチモナコ保有数が1台増えましたよ。多分全国かき集めても10台いかないんじゃないでしょうか。知らんけど、この子は自走できるんでしょうかね。もしできるなら来年あたり、ショーとかで使ってほしいですけど。そしてここでもう一つこだわりポイントを紹介します。運転席をよく見ると天井からマイクがぶら下がってるんですね。映画同様、ちゃんと屋根のスピーカーのマイクとコードが車内に引き込まれてるんです。ただ屋根の上にでかいスピーカーを乗せただけではなく、機能性も再現するあたり実にこだわりを感じます。この車ね、近くで見れば見るほどね、汚し塗装、エイジング加工がね、もうめちゃくちゃ素晴らしいですね。本当に映画に登場したまんまっていう感じですね。特にこの、見えますかね、フロントガラス、ワイパーでね、拭き取ってる部分だけ、汚れが取れてるっていうのもね、これもね、実にね、もう本当にね、本物の汚れちゃうんかっていうくらいね、リアルですね。で、この辺りのね、ボディのね、錆びっていうのも、本当にもうめちゃくちゃね、リアルですね。はい。で、これを見てて思ったんですけど、この車もしかしたらレンタルじゃなくてお買い取りちゃうんかなって思うんですよね。っていうのも、なんか、この車ね、結構ね、いろんな目撃情報があったんですけど、まずね、多分この車西海岸出身ちゃうんかなって思うんですけど、そっからね、多分横浜港かなんかに運ばれてきて、で、大阪にね、輸送されたっていう段取りみたいなんですけど、
そのね、中継地点の間では、少なくともね、こんなにリアルじゃなかったみたいなんですよ。なので、これはね、USJ に来てから全部ね、リペイントしたっていうことになるんで、レンタルのものそんなんするかなみたいな。だから、これもしかしたらお買い取りっていうか、今後もね、イベントが終了した後も活躍してくれるのかもしれないですね。本当にね、ちょっとね、今後の活躍に期待してます。ドクとかブルブラってこっから出てくるんかな？だって、ここ外して、はい、皆さんこんにちはとか言いながらね、こう言ったらね、なんかめちゃめちゃね、自然ですもんね。っていうことは、栗ってこの柵の中でやるってことなんですかね？ちょっとよくわかんないですけど。はい、ということでね、ちょっとね、先行してね、展示されたこちらの車で一通り紹介したんですけどね、いや、どれもね、非常にね、かっこいいですね。やっぱりね、ユニバーサルスタジオはね、こういうね、ピクチャー感、展示っていうのがね、よく似合いますよね。で、この車もね、めちゃめちゃかっこいいですけど、この中で個人的なね、MVP をね、言うとするなら、やっぱりね、それはもうやっぱり、こちらのデロリアンと見せかけて、意外にもこっちのダッチモナコちゃんですね。はい。いや、デロリアンはね、確かにね、かっこいいんですけど、それはね、まあ、もう言わなくてもわかるようなことじゃないですか。こっちのダッチモナコちゃんはね、よくね、展示してくれたな、みたいな。本当にね、その部分が嬉しすぎるし、もう本当にね、貴重なスポットすぎるし、その面でね、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。だからね、この展示に関して言うと、ダッチモナコちゃんがね、MVP かなっていうふうに思います。で、このイベント自体はね、すごく素晴らしいんですけど、一個だけね、強いて言うなら、ちょっと不満な点もあります。それがね、やっぱりね、この子です。はい。はい。この子ね、冒頭にも説明したんですけど、メルズドライブインから引っ張ってきただけじゃないですか。言うて、する必要あったかなっていうのもあるし、あとね、あっち、消防車ありますよね。消防車ってどっから連れてきたかっていうと、パークの北側にある北港管理所っていうところに、とりあえず保管してたのを、こっちにね、引っ張ってきたんですけど、実はね、そのね、北港管理所では、もう一個、消防車とは別の車も保管してあります。それがね、上手に出てくる、プロディ所長のね、車なんですね。そっちの車の方が良くなかったっていうのがね、ちょっとね、強いて言うのはね、心残りではあるんですよね。なんでね、車をね、ずーっとね、使いもしないのに保管してんのかっていうのも謎やし、ここ使えへんかったら使う機会ないやん、なんでやねんってね、思うところもあるんですけどね、今回も展示はなかったですね。まあ、なんやろ、適当に夏あたり、ジョーズサマーとか歌って、入れ替えてくれてもええけどね。あともう一点欠点を言うのなら、車の後部が全然見えないということですね。ダッチモナコのお尻もそうですが、デロリアンのナンバープレートも見えないです。これ今超高倍率で撮ってるから見えてますけど、肉眼では見えないですからね。逆に言えば、それ以外は素晴らしい展示になってます。ピクチャーカーがずらりと並ぶ光景は圧巻で、まるでハリウッドのスタジオツアーに来た気分です。ごめんちょっと話盛りましたが、とにかく素晴らしいです。はい、ということでね、カーズコレクションの紹介、一旦ね、これで以上になるんですけど、この後もね、3月4日からは、ドクのクリーティング、27日からね、プルブラのね、クリーティングも予定されてます。こちらもね、非常にね、楽しみですね。ドクはわかるけど、プルブラって何のグリするんですかね？で踊るんかな？ちょっとわからないですけど、とにかくね、そっちもね、楽しみですね。ではでは、ついに3月4日、ドクのグリーティングがスタートする初日になりましたので、早速パークに来ました。ブルースブラザースは3月27日からですね。はい、ローン。あれ、以前はなかったカッチンコなんかも増えてますね。はい、今日から初日っていうことでね。いやー、やっぱりね、初日になると人が集まってきますね。あんまりおらんように見えるけど、この前はな、ほんまにおらんかってん、誰も。こっちはね、特にデロリアンのね、説明とか何もないですね。ただ、あっちは普通にブルースモービルって書いてますね。
なんかね、最近ね、デロリアンってね、権利的な問題で、その表記あんま使えないらしいんで、多分ね、それで書いてないんやと思います。では、早速出待ちしましょう。アーシの予想は大きく外れ、キャラは基本的にこちらのドアから出てくるようです。ちなみにスケジュールは原則公開されてません。なんとなく現地の空気感だとかで皆さん待機しておられます。はい、毒のグリはね、今日からなんですけど、ブルブラのグリはね、27日からっていうことになってます。なんですけど、実は昨日ね、先行体験がありまして、私ね、ちょっとだけね、見てきたんですよね。では、ここからは先行体験の3月3日の様子をじっくり。天気はあいにくの雨。しかし雨天の場合は、どうやら傘を差すか、あるいはキャノピーの下で開催してくれるようです。はい、ということでブルブラが登場しました。傘をする仕草までかっこいい。いや、なんか不思議と可愛げまであるんすよね。周りの人も可愛いやんって言ってましたし。Take your photos, everyone. Get ready. Yeah, we're gonna start this way and work our way down, all right? Excuse me. ということで、ドクが出てきました。いや、超久しぶりですね。ドクの衣装は地味に一新されており、白衣にはオレンジのラインが加えられ、さらに、グレムリンのメモ帳もしてます。実は原作をよーくじっくり見ると、ドクはグレムリンのメモ帳を使ってるんですね。こんなマイナーなの、よく再現したなおい。原作愛がちゃんと感じられて素晴らしいです。ただ、IFT のロゴは今回どこにもついてないですね。てっきりあのロゴをつけた姿で来ると思ってたので、ちょっと寂しいです。でも、今回の衣装の原作理解度がちゃんとあって、個人的には良いと思います。これぞ、令和のドクという印象です。で、ドクのグリですが、順番などはなく、基本的にドクが当てるスタイルです。とりあえずダメ元で挙手しましょう。Hello! Wow! I like your jacket! Very cool! Very pink. I like it. これさっきジャケットのことで紹介してもらったんですけど、もしかしたら当てられた観点やったら当たらないかもしれない。ちなみにスポーツ年間を持っているちびっ子や、マーティーに扮した兄さん姉さん、その他、BTTF ゆかりのグッズを持っていると当てられやすい傾向にあるようです。スポーツ年間か、羨ましいな。もちろん、他の人も当てられます。カメラマンだとかはいませんので、他のゲストに撮影をお願いするスタイルになってます。あれ、なんか見たことある人やな。まあいいか。ただ気持ち、目立つ格好の方がいいかなとは思いますね。とにかく場を乱さない程度にアピールしまくるのが肝心です。そしてついに、アーシも当てられました。やったぜ、場所変えたのが、功を奏じましたね。Very good. Koji. Looks good. All right. Oh, me too. All right. Very good. Again. Careful! Don't get too close. It's dangerous. You're good right here. Oh, watch out like this. It's the glasses things. 1, 2, 3, great. 1, 2, 3. Great Scott! 知らないと。OK。 Very good. Nice to meet you, my friend. I'll see you in the future. Yes. I'll see you. はい、ということで、ドクのね、グリーティングね、早速見てきたんですけど、いや、めちゃくちゃね、良かったですね。なんか、思ってた以上にね、ドクもめちゃくちゃね、なんかグイグイ来る感じで、もう本当にね、話してても楽しいし、しかもね、本当になんか、なんていうのかな、ほんまにね、ドクっていう感じなんですよ。だからね、本当にね、素晴らしいグリーティングになってましたね。しかもね、最初に心配してた、こんな嫌がらせみたいな、僻地みたいなところで開催してるせいで人誰も来ないんじゃないかっていうことなんですけど、普通に人集まっててね、さすがにね、ドクの集客力がすごいなって思いましたね。この調子でね、ブルブラもね、無事に成功してほしいなって思います。はい。ということで、今回の動画はこれで以上ですかね。はい。いろいろとね、聞くよりもね、実際に体験してみる方が絶対ね、わかるんで、はい、もう皆様でぜひぜひ体験してください。はい。ということでね、今回の動画は以上になります。
た次回ね、ご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。